みーちゃんです。今日はニュージーランドで実際に病院に行くといくらかかるのか、そして知らないと大損してしまう医療費事情について紹介します。特にワーホリや留学生の方に必見の内容です。私の実体験も踏まえてお話ししていくので最後まで見てください。それではスタート。まずは医療の基本ルールについてご紹介します。日本だと何か症状があった場合、例えば歯が痛かったりしたら歯医者さん、皮膚に何かあったら皮膚科とか、その症状によって行く病院が変わると思うんですけど、ニュージーランドでは、どんな症状でもまず GP っていう一般開業医に行きます。直接専門医に行くっていうことはありません。そして原則緊急時以外は予約が必須です。GP では内科とか皮膚科とか、婦人科、小児科など全て見てくれます。そしてそこで、診断してもらって、さらに、診察だったり治療が必要な場合は紹介状を書いてくれるので、それを持って専門医に行くっていう感じですね。で、手術とかが必要な場合は総合病院に案内されるっていう形になります。公立病院は、市民や永住者は治療費だったり入院費が無料なんですけど、ワーホリや留学生の方は対象外で、順番の待ちもすごく長くなります。はい、続いては、GP と病院の費用についてです。先月かな、私熱が出て39度以上の熱が出て、おそらくインフルエンザだと思うんですよ。すごくインフルエンザが流行ってたので。で、初めて病院に行ったんですね。で、GP に行って診察してもらったんですけど、その際65ドルでした。私は、住居ビザを持っているので、ワーホリとか留学生の方より安く受けられることができたんですけども、それでも日本よりも高いですよね。で、もしこの場合私と同じようなことになった場合、2年以上の就労ビザがない方は120ドルになります。恐ろしいですよね。倍の金額。ただ診察してもらうだけなのに120ドル。日本とかだったらいくらですかね。高くても3000円とかじゃないですか。処方された薬は私の場合は無料でした。ケミストウェイハウスっていう市内の薬局が、無料で薬をくれるところがあるので、そこで、薬を受け取りました。薬局どこでも処方箋は扱ってくれると思うんですけど、無料っていう書いてあるところじゃないと無料で多分手に入れられないと思うので、それは、薬局によって異なるので確認してください。さらに、救急車も有料です。日本でも有料かもしれないんですけど、こっちの場合、長くいる永住者は約100ドルぐらいなんですけど、それ以外の方は800ドルぐらいかかるみたいです。はい、そして病院の流れについてです。先ほどもお話ししたんですけど、まず何か症状があったら GP に予約します。そして診察を受けます。で、診察を受けて、その後治療とかがさらに必要な場合は紹介状をもらって、専門医に行きます。専門医行かなきゃいけないかないかどちらでもいいんですけど、薬を受け取って、終わりっていう感じになりますね。はい、次、保険の重要性についてです。今までお話しした通り医療費がすごく高いので、ワーホリや留学生の方は保険に入るのをおすすめします。私も1年目はワーホリだったんですけど、来た時は、保険を調べて、ただ日本の保険会社だと何十万とかすごく高いので、私はニュージーランド現地のオービットっていう保険会社に入りました。私の場合はワーホリの保険で約300ドルぐらいでした、年間。ね、ちょっとした怪我でも数千ドルとかかかってしまうので、安心のために入って
何もなかったんですけど良かったなって思います。もし気になる方、基本的に結構私の知り合いとかでも、みんな入っている方はそのオービットというところで、保険を入っています。リンクの方を概要欄に貼り付けておくので、ぜひ確認してみてください。その病院についての注意ポイントなんですけど、まず GP っていうのは、登録をしなきゃいけないんですね。なのでもし、引っ越しとかして新しいところに住むってなった場合は、近くの GP を確認しておいて、まず登録から始めた方がいいですね。症状があって緊急で行かなきゃいけない場合にも登録がないといけないっていう場合があるので、まず初めに登録をしておいて、緊急時にすぐ行けるような形にしておいた方がいいと思います。あとは英語で症状を説明できるように、やっぱり医療の英語ってなると難しいと思うので、ただね、体に関することなのでとても大事なことなので、一応ね、病院に行く前にどういうふうに伝えたらいいかっていうのを確認しておいた方がいいと思います。あと市販薬は、薬局で売ってるんですけれども、日本のものと違うので、そこはよく確認して、でもし日本のものを、飲みな例えば風邪とかひいてて日本のものを使ってて病院に行かなきゃいけないっていう場合は、その日本の薬について、伝えられるようにしておくとかですね。ちなみに、ニュージーランド旅行者でも留学生でも、医療費が安く定額になる場合があります。それは、ACC っていうサポートがあるんですけど、事故の場合は国から補助されて金額が安くなります。で ACC っていうのは何だっていうことなんですけれども、ニュージーランド独自の公的保険制度で適用される内容としては、転倒や交通事故とかスポーツの怪我、職場での怪我、やけど、骨折脱臼とか事故由来の怪我だったら適用されます。金額については、その都度異なると思うんですけど、定額または無料で受けられるっていう制度になります。これは、旅行者も対象なのですごく便利ですよね。ただこれは怪我だけに保証、事故の怪我だけに保証されるので、例えば自分が病気になっちゃったりした場合は対象外になります。はい、以上でニュージーランドの医療事情についての動画になります。やっぱりね、知らないと不安になってしまうことも多いので、この動画でちょっとでも理解して不安を解消できたらいいなって思います。もし、話した内容で不明点とか、また違うワーホリについての内容、ニュージーランドについての内容、私もうすぐ2年になるので、何でもお答えできると思います。チャンネル登録まだの方はぜひお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。